夢日記発表会。気がつくと小さなライブハウスというかライブバーのようなところでドラムセットの前に座っていた。今回は自動運転状態ではなく自分でドラムを叩かなければいけない状況の中でボーカルの合図とともに曲が始まってしまった。今さら止めてくれとも言えないので適当にフィーリングだけで目についた太鼓を叩いていたら他の楽器の人たちも自分に負けず劣らずのひどい演奏で最後まで音が全く噛み合わずに1曲が終わってしまった。パチパチというお愛想でしてくれた小さい拍手の音が消えるとボーカルが後ろを振り返って次はなんとかティアーズ行こうかと言ってきた。しかしなんとかティアーズなんて曲自体を知らないので無理と首を振ったらボーカルはあっけなく諦めてくれて、じゃあ最後にあの曲で終わろうと言ってきたので再び無理と首を振ったら別に怒ったり拗ねたりする感じもなくあっさりとじゃあ今日は終わろっかと言って MC で挨拶をしてステージからはけていってしまった。なんか自分はめっちゃ悪いことをしてしまった気持ちになって、いやなんかごめんと謝ろうとボーカルの後を追ったら意識が曖昧になってきて気がつくとどこかの文化センターの建物の外にいた。今日この文化センターでは何かの団体の発表会があるらしく人がまばらに文化センターの中へと入っていっていた。いつの間にか自分の手には今日の発表会のプログラム表が握られていてガラス張りのエントランスの中には今日の来場者の名前を書く受付が設置されていることから多分今日は付き合いでここに来てるんだろうとなると記帳だけはしておかないと考えて受付で記帳を済ませて一応後で聞かれることを考えて会場の雰囲気だけでも知っておこうと発表会がある中会議室へと向かった。時刻は11時台でちょうど最初の発表が行われるところだった。部屋の最後尾の一番隅の席に座ると間もなく50代ぐらいの女性が登壇した。彼女の発表は宇宙人の研究発表だったが聞いているうちにだんだんと眠くなってきてしまいそれとともに夢の中での意識も朦朧としていった。次に気がつくとスマホがポケットの中で振動していて何度も自分宛てに電話がかかってきていたようだった。電話に出てみると今12時15分ですけど12時45分の出し物に間に合うんですか？今どこにいるんですか？という電話だった。自分は意識が朦朧としたまま間に合うと思いますとだけ伝えるとすぐに電話が切れてしまった。再び強い眠気で意識を失い次に気がつくと12時45分を過ぎていた。今からでも急いで行かなくちゃ。あれでもどこに行けばいいんだ？誰からの電話だったんだ？やらかしちゃったと顔面蒼白になりながら文化センターの外に出て誰か迎えに来てないかななんて期待をしても当然誰も迎えには来ておらず着信履歴から相手のところに電話をしても着信拒否をされていて繋がらなくて社会的信用をまた一つ失ったと落ち込んでいたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。